こんにちは、モネです。今日は文具の会社レッツさんと一緒に作った手帳の時間に使いやすいスタンプを紹介します。楽しいおうち時間を見てくださってる人たちにはもうね、おなじみなんじゃないかな。私のコレクションページたちを挟んでいるバイブルサイズの手帳を作っている会社さんです。この手帳が気になる人はこちらの動画で詳しく紹介しているので、よかったらね、見ていってください。1月に社長のマチョさんにこんなの作りたいっていうね、相談をしたことから始まって、何度も話し合いをして形になりました。今回ね、完成したものが手元に届いて、私は感無量です。完成したアイテムのことはもちろん、後半は実際にどんな風にスタンプを手帳で使っているか、私の手帳の中身もお見せしていくので、よかったらね、最後まで見ていってください。動画を見ていて気になったポイントや質問はぜひコメントで。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しいおうち時間行ってみましょう。早速届いたスタンプを開封していきます。今回作らせてもらったのはミニアイコンが6つセットになったスタンプで、名前はちょこっとスタンプと言います。ちょっとした時にも一緒に持ち運べるコンパクトさ、ちょっとしたね、小さなところに押しやすい小さい柄からちょこっとスタンプになりました。天気、暮らし、そして仕事と図形の全4種類あります。シンプルでどこかレトロさも感じるデザインのパッケージになってます。一つのこの箱のね、セットの大きさは横が 66mm、 縦が 45mm、 そして高さが 13mm となり、結構ねコンパクトです。中のスタンプは縦横 10mm で、高さが 40mm。 このサイズ感もサンプルを作りながら一番手にしっくりくるサイズに仕上げてもらいました。できるだけ小さく持ち運びができるようにスタンプを寝かせて収納できるようになってます。寝かせることでね、結構コンパクトですよね。隙間にスッと忍ばせておけるので、バックインバッグでも場所を取りません。私はシャチハタのインクパッドと一緒に携帯してます。そしてね、寝かせた状態でも柄がわかるように側面に印面の柄も入ってます。マッチ箱の横長版っていうのかな、そんな感じの形をしているパッケージなんですが、ずらすとね、ちょこんと見える印面がこれまた可愛いんですよ。先日こちらの動画で錦糸町方面の素敵な文具屋さんに行ったことを紹介したんですが、その日の午前中は文房具屋さんの近くの綿系さんっていうね、針箱をメインで作られている会社さんにレッツさんと一緒にお邪魔してきました。紙の厚みはこれで大丈夫かとか、色味はこの感じで大丈夫かなとか、そういう確認をしたり、少しでもスタンプが取り出しやすいようにミリ単位でサイズを調整してくださって、ほんとね、パッケージも素敵に仕上げてくれました。しかもその日は綿系さんの皆さんがね、作業している中も見せてくださって、パッケージができていく過程をね、間近で見せてもらいました。工場見学って楽しいですよね。一つのアイテムができるまでに本当にね、いろんな人が関わってくれて、で完成するのをね、ゼロから見ることができて、自分一人でやっぱ制作しているリフィルとはまた違った楽しみを感じました。かれこれフリーランスになって5年かな。しかもここ3年は自分一人で完結するお仕事ばかりしてたので、こうやってたくさんの人たちと関われる仕事ができて本当に楽しかったです。あれですね、大事なスタンプの中身を紹介しなきゃですね。スタンプの絵柄は天気、暮らし、仕事、
図形と4種類あって、1つのカテゴリーに6つの絵柄が入ったセットになっています。とにかく使いやすいようにね、どんな手帳でもマッチしやすいように、どれもシンプルな線を使った絵柄にしています。天気には晴れで、あと晴れ後々曇りで、曇りと雨と雪と雷で、暮らしには病院で、映画とか動画鑑賞で、あと読書と買い物と外食と自分磨き。仕事には会議、出張、経理で、電話、ポスト、メモ。そして図形には丸、四角、星、ハート、王冠、花がセットになってます。実際にいろんなサイズのマンスリーカレンダーに押してみます。まずはね、英語サイズのマンスリーカレンダー。そしてバイブルサイズのマンスリーカレンダー。で、ミニロックサイズのマンスリーカレンダーだとこんな感じになります。皆さんが使っている手帳のサイズとのバランスや相性、伝わりましたかね。ここからは実際に私がどんな風にこのちょこっとスタンプを手帳で使っているか紹介していきます。正直ね、手帳の使い方は本当に人それぞれなので、縛られないってというか、自由に使っていただければ嬉しいので、一例として役に立てば幸いです。私はこのスタンプを使い出してからマンスリーカレンダーの使い方がかなり変わりました。1ヶ月が見開き1ページで収まるマンスリーカレンダー。どうにか書けるスペースを広くできないかなって英語略語を使ってきましたが、1日に何個も予定があるとやっぱりね、ギチギチになります。どうしても予定が書けないときは別の空いた日のスペースから吹き出しを持ってきて書いたりもしていました。あちこちからね、吹き出しを持ってくると見返したときに結構一瞬ってなるんですよね。あれ、この予定どうなってんだみたいな。なのでもう少しスマートっていうのかなにマンスリーカレンダーを使えるようになろうと、ここ数ヶ月試行錯誤してきました。その結果、マンスリーカレンダーにはこの日予定があるよって分かる程度にして、細かい予定をウィークリーに書くようにしました。この日予定があるよっていうのを分かりやすくするためにちょこっとスタンプを使ってます。スタンプとちょっとしたコメント。以前は時間だったりとか場所も書いていましたが、全部カットしちゃいました。その代わりにウィークリーページの方に細かい予定を書いてます。この書き方にしてね、だいぶ予定の見え方がすっきりしました。私はバイブルサイズを使っているので、スペース的にはこういった使い方をしましたが、英語サイズであればアイコンのようにスタンプを押して横に文字を入れたり、バイブルサイズよりももっともっとね、1日のスペースが小さくなるミニロックサイズの場合はスタンプだけでも可愛いですよね。こんな感じに私は使っています。皆さんのね、小さなスタンプの使い方もよかったらコメントで教えてください。今日は文具の会社レッツさんと一緒に作った手帳の時間に使いやすいスタンプを紹介と、実際にどんな風に手帳で使っているか、私の手帳の中身を紹介しました。販売先は概要欄と固定コメントにリンクを貼っておくので、よかったら覗いてみてください。私自身がこんなのあったらいいなって思って作ったスタンプ。自分で言うのもなんなんですけど、コンパクトでね、使いやすいので、ぜひ試してみてください。
リフィル以外の手帳アイテムに挑戦したいって2022年のウィッシュリストにも書いていたので、また一つ夢が叶ってすごく嬉しいです。できるかどうかは別として、何よりね、レッツさんに相談なんですが、リスナーさん参加型のイベントみたいにして、欲しい柄を人気投票して追加していったりとかしてみたいななんて思ってます。生産コストを考えると難しいかもしれませんが、レッツさんもしねありだなって思ってくださいましたら、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や、楽しかったよ、応援してるよなんて方は、ぜひねグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっとね楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モネでした。